今回は会場の近似の公式であるスターリングの公式を用いて円周率を求めてみるのだ。下に書いてある公式がスターリングの公式なのね。左辺が N の階乗で右辺に π があるのはわかるけど、間にニョロニョロしたよくわからない記号があるわ。間のニョロニョロはざっくり言うと右辺が左辺を近似する、つまり N の階乗が右辺の値に近いという意味なのだ。ただし円周率の計算のためには正確な意味を知る必要があるので、それも含めてまずはスターリングの公式の意味を説明するのだ。スターリングの公式の左辺のこれは N の階乗といって1から N までの自然数をかけた値なのだ。 N 個のものを一列に並べる並べ方が N の階乗通りになるって高校で習ったわ。この N の階乗が N を大きくした時にどのくらい大きくなるのかという問題を考えてみるのだ。まず単純に考えて1から N をすべて N に置き換えてみると N を N 回かけた N の N 乗よりも小さくなるのだ。 N の N 乗って上の式だとこの部分にあるわね。ただし N の N 乗は N の階乗に比べてかなり大きく、例えばこの部分に着目すると N の N 乗は N の階乗の N 倍よりも大きく、さらにこの部分に着目すると2分の N2 乗倍よりも大きいことがわかるのだ。特にこの2つの比の極限は0になってしまうのだ。 N の N 乗は N の階乗よりもかなり大きいのね。だから N の N 乗とは別のもので N の階乗をよく近似するものを考えたいのだ。よく近似するということの解釈の仕方はいろいろあるが、とりあえず比の極限が1になるものがあればそれは N の階乗と同じ勢いで大きくなると言えるので、それは N の階乗を N の N 乗よりはよく近似していると言えるのだ。話の流れからするとそれを満たすのが一番上の式の右辺なのね。その通りなのだ。この極限が1になるのだ。スターリングの公式の意味の説明に戻ると、このニョロニョロは左辺と右辺の比の極限が1になること、つまり下の式が成り立つことを意味するのだ。説明し忘れていたが、ここの E はネイピア数と呼ばれる定数で約 2.718 なのだ。さてここまでの説明の通り、スターリングの公式は円周率の公式というよりも N の階乗の近似公式として認知されているが、一番下の式の両辺にルート π をかけると左辺の極限から円周率を求めることができるので、今回はこれを使って円周率を計算してみるのだ。ちなみにスターリングの公式は1730年に出版されたスターリングの著書で証明されたようなのだ。より詳しくは1730年にドモアブルによりこのような近似公式が証明されたらしいが、定数 C の具体的な値は求められなかったようなのだ。それをスターリングがこの本でルート 2π であることを示し、スターリングの公式と呼ばれるようになったようなのだ。スターリングの著書はラテン語で書かれていて、使われている記号も今と違うので正しく読むことは難しいが、ウォリスの公式と呼ばれるこの円周率の公式を引用しているように見えるので、おそらくウォリスの公式を用いて証明しているのだ。ウォリスの公式は以前の動画で紹介しているので、気になる人はこの動画を見終わった後で見てほしいのだ。今回の動画ではスターリングの公式を証明し、それを使って円周率を求めるのだが、流れとしてはまず N の階乗の簡易版の近似公式を示すのだ。これはスターリングの公式の証明に必須というわけではないが、理解の助けになると思うので紹介するのだ。次にドモアブルの近似公式を示し、その後定数がルート 2π であることを示してスターリングの公式を証明するのだ。この動画でもスターリングに従ってウォリスの公式を用いて証明するのだ。最後にスターリングの公式を使って円周率を計算するのだ。それではまず N の階乗の簡易版の近似公式について説明するのだ。直接 N の階乗を考えるのは難しいので N の階乗の対数を取ると、これは階乗の定義からログ K の1から N までの和となるのだ。ログ X のグラフを考えてこの和を図示すると、ログ1は0なので無視して、ログ2は
この青い部分の面積に等しいのだ。この部分を見ると高さがログ2で幅が1だからそうなるわね。同様にこれはログ3、これはログ4と一致し、ログ n まで続ければこれらの長方形の面積の和はログ n の階乗に一致するのだ。ここでこの赤い部分の面積と比べると、赤い部分よりも青い長方形の面積の和の方が大きく、赤い部分の面積はログ x の1から n までの積分に一致するので、このような不等式が成り立つのだ。次にログ x をマイナス方向に1平行移動したログ x 足す1という関数を考えると、このように長方形の左端がグラフに接するのだ。例えばこの真ん中の長方形を考えると、右端の点の高さはログ3で、左端はそれをマイナス1平行移動したものだから、ちゃんとログ x 足す1に接するわね。そしてこの部分の面積と比較すると、これはログ x 足す1の1から n までの積分なので、このような不等式が成り立つのだ。あとは両側の積分を計算すればよいのだ。計算しやすいように不等式を上に書いておいて、まず左辺のログ x の積分を計算するのだ。 x の微分が1であることからこのように表すことができるが、これに部分積分の公式を適用すると fx イコール x、 gx イコールログ x として、最初の項はこのように、次の項はログ x の微分が x 分の1であることからこのようになるのだ。最初の項はログ1が0であることから n 倍のログ n になり、次の項は積分の中身が1なので1を1から n まで積分して n-1 になるのだ。これでログ x の積分が計算できたので、次は右辺の積分を計算するのだ。これは x に関して平行移動すればこの積分と一致し、積分範囲を広げて1から n たす1までにすると、これはさっきの積分の n を n たす1に置き換えたものなので、このようになるのだ。これで積分が計算できたので、一番上の不等式の両辺をさっき計算した値に置き換えると、このような不等式が得られるのだ。これはログ n の階乗の不等式なので、指数を取って n の階乗の不等式にするのだ。左辺の指数を計算すると、まずこの部分はログ n の n 乗で、後ろの部分は指数関数の性質からこのようにしておくのだ。すると前の部分は n の n 乗で、後ろの部分はこのようになるのだ。これで左側の不等式が得られたが、右辺は n を n たす1に置き換えればよいので、このようになるのだ。これで n の階乗の簡易版の近似公式が得られたのだ。面積を比較するだけで得られるから、そういう意味では簡単ね。計算は結構面倒だけど。ただこの近似公式には少し問題があって、端の2つの値の比の極限を計算すると、この部分を n 乗でまとめて n たす1の1乗が残り、e の部分を計算してこのようになるので、この部分は1以上、この部分は無限に発散し、比の極限も無限に発散してしまうのだ。だから近似の公式としては結構荒いと言えるのだ。実は面積の比較をもう少しうまくすることで、もう少し良い近似が得られるのだ。さっきの計算ではこのような長方形とログ x の積分を比較したが、今度はログ x が上に凸であることを利用して、さっきよりも良い不等式を得るのだ。上に凸ってどういうこと？上に凸とはグラフ上の点を2つ取り、その点を直線で結んだ時、直線が必ずグラフの下にあることを言うのだ。また上に凸な関数はグラフ上の点を1つ取り、その接線を引くと接線がグラフの上にあるという性質も持つのだ。この2つの性質を使ってより精密に面積の比較をするのだ。さっきの図に戻って面積の比較方法を説明するのだ。まず長方形を1つ抜き出して分かりやすくするため拡大するのだ。グラフと長方形が交わるこの2点を直線で結んで上の部分をカットすると、これはログ x が上に凸であることからログ x のグラフよりも下になるのだ。左端の x 座標をケイとすると
y 座標はログ k であり、右端の y 座標はログ k 足す1になるのだ。青い部分の面積を計算すると、下の部分の長方形の面積は高さログ k、幅1なのでログ k となり、残りの三角形は底辺1、高さログ k 足す1引くログ k なので、面積はこのようになるのだ。これがログ x の k から k 足す1までの積分より小さいので、このような不等式が得られるのだ。k について1から n-1 までの和を取ると、最初の項は素直に和を取ってこのようになり、後ろの部分は和を取ることで大部分が相殺して、残るのは k が n-1 の時の前の項と k が1の時の後ろの項だけなのだ。そして積分は積分範囲が1から n になるのだ。あとはこの部分を n までの和にするためにこのように変形するのだ。するとこの部分はログ n の階乗と一致するので、整理してこのような不等式が得られるのだ。これでやっと片側の不等式が得られたわね。もう片側の不等式はこの長方形に対して左側の辺とグラフが交わる点を取り、その点を通る接線を引いてこの部分の面積を考えるのだ。接線より上の部分を切り取ったのね。いや、正確にはこの部分が追加されているのだ。ちょっと余計だが、計算を楽にするために追加するのだ。全然気づかなかったわ。さっきと同様、この青い部分の左端の x 座標を k とすると、y 座標はログ k であり、接線の傾きはログ x の微分が x 分の1であることから k 分の1となるのだ。よって青い部分の面積を求めると、この部分の長方形の面積がさっき計算した通りログ k であり、残りの三角形は底辺が1で、接線の傾きが k 分の1であることから高さが k 分の1なので、面積は 2k 分の1なのだ。これを積分と比較するとこのような不等式が成り立ち、これを1から n-1 まで和を取るとこのようになるのだ。あとはこの部分をログ n の階乗にするために両辺にログ n を足して整理するとこのような不等式が得られるのだ。これで両側からの不等式が得られたのだ。ログ x の積分はさっき計算したからわかるけど、この k 分の1の和は計算が大変そうだわ。一見複雑そうだが、最終的な結果は綺麗になるので安心するのだ。これらの不等式は上にまとめておいて、最初にこの部分について考えるのだ。x 分の1のグラフを考えると、この部分の面積は高さが1なので1、この部分の面積は高さが2分の1なので2分の1、この部分は3分の1、この部分は4分の1と n-1 まで繰り返すと、その面積はこの和の値に一致するのだ。これを積分と比較すると、最初のこの部分はそのままにして、残りの部分は x 分の1の1から n までの積分よりも小さくなるのだ。x 分の1の積分がログ x であることから、これはこのようになり、計算してこのようになるのだ。この結果を上の不等式に当てはめるとこのようになり、さらに右辺と比べるとこの部分以外は一致するのだ。意外と綺麗になったわね。あとはこれを計算すると、ログ x の積分はさっき計算したようにこれに一致するので、整理するとこのようになるのだ。もう片方はこれに1を足せばよいので、上の不等式を書き直すとこのようになるのだ。これでログ n の階乗の不等式がだいぶ整理できたので、指数を取って n の階乗の不等式にするのだ。まず左辺の指数を取ると、ログ n の項は n の n 足す2分の1乗になり、マイナス n は e のマイナス n 乗、2分の1は e の2分の1乗になるので、整理するとこのようになるのだ。右辺は左辺より1だけ大きいことからこれのいい倍になるので、上の不等式を書き換えるとこのようになるのだ。思ったよりも綺麗にまとまったわね。n に関する部分が右辺と左辺で同じだわ。そうなのだ。そしてこの部分でそれぞれの辺を割るとこのようになるのだ。ルート e と e ルート e で挟まれたわ。これで n の階乗との比が有限の値になるものが求まり、さっき求めた簡易版の近似よりはだいぶ良くなったが、
冒頭で話したように比が1に収束するようにしたいので、あともう少し頑張るのだ。どうすれば比が1になるようにできるの？不等式の真ん中を AN と置いて AN の極限が存在すると仮定すれば、不等式の真ん中の値をその極限値で割って、この部分が C に収束するので全体として1に収束するのだ。だがこれは極限の存在を仮定しているので、そもそも極限が存在するのかということを考えなければいけないのだ。 AN ってルート E から E ルート E の間にあるから、この間の値に収束しそうだけど、そうじゃないの？例えば AN の値が上の値によっていて、次の値は下の値によって、その次は上の値によってのようにあっちこっちに行ってしまうと収束しないのだ。ただし例えば AN がこのように減り続ける場合、または逆に大きくなり続ける場合は、実数の連続性と呼ばれる性質から AN は収束するのだ。それは直感的に納得できるわ。ここでは AN が減り続けることを示して極限が存在することを示すのだ。計算のためにスペースを確保して AN が減り続けることを示すには AN と AN 足す1の比を考え、これが1より大きいことを示せばよいのだ。この比は具体的に計算することができて、まずは分子の値に着目してこれかける分母の E を除いた部分に着目してこれかける E の部分に着目してこのようになるのだ。これを計算すると、まず階乗の部分を約分して n 足す1分の1が残り、残った n 足す1分の1は n 足す1の n 足す1乗を割って n 乗になり、一番後ろの E の部分は E 分の1だけが残るので、まとめるとこのようになり、前の部分をもう少し整理するとこのようになるのだ。これが1より大きくなることを示せばよいが、計算を楽にするために対数を取ったものを考えるのだ。一応式を確認すると、ログを取ることで指数の部分が前に出て、この部分はそのままログを取って E 分の1はマイナス1になるのだ。ログを取っているのでこれが0より大きいことを示せばよいが、そのためには n を x に置き換えた。この関数が x が1以上の時に常に0より大きいことを示せばよいのだ。f のグラフを書くとこのような形なので0より大きそうだが、一応ちゃんと証明するのだ。方針としては f が単調現象であることと x の無限大への極限で fx が0になることを示して、 f が0より大きいと結論付けるのだ。単調現象であることを示すために f の微分を計算すると、積の微分の公式からこの部分の微分が1なのでログの項が残り、次の項は x 足す2分の1にログの微分をかけたものになるが、ログの微分は中身の逆数かける中身の微分の x2 乗分のマイナス1になり、最後のマイナス1は消えるので、これで微分が計算できたのだ。これを整理すると、ログの項はそのままで、次の項はまず分母をまとめると、一番後ろの x2 乗の x を一つ前の項にかけてこのようになり、分子はここの x が2倍されることに注意してこのようになり、符号についてはここにマイナスがあるのでこのようになるのだ。このまま計算をしてもよいが、分子を x と x 足す1に分けるとうまく約分できて、このようにちょっとだけ綺麗になるのだ。これが0より小さければ f は単調現象になるが、ログの部分が邪魔なのでもう一度微分をするのだ。途中の計算式は必要ないのでこのように整理しておいて、2回微分を計算すると、ログの微分はさっき計算したように中身の逆数かける中身の微分で、次の項は x 分の1を微分して x2 乗分のマイナス1で、最後の項も同様に分母の2乗のマイナス1となるのだ。ログの項がうまく消えたわ。符号などを単純に整理してこのようになり、通分すると分母は 2x2 乗 x 足す1の2乗、最初の項はマイナス 2x× x 足す1、2番目は x 足す1の2乗、
3番目は x の2乗になるのだ。分子を計算すると x2 乗の項はこことこことここにあり、足すと相殺して x2 乗の項は 0、x の1次の項はここと x 足す1の2乗に現れるに x だけだが、これも相殺して0次の項はここの1だけなので、分子の値は結局1になり、分母も正の値なので f の2回微分は0より大きくなるのだ。これで f の1回微分が単調増加であることが分かったのだ。途中の計算は必要ないので、このように整理して、次に f の微分の x の無限大への極限を考えると、最初の項はログ1が0であることから0、次の項とその次の項も明らかに0となり、これは0になるのだ。単調増加で無限大への極限が0ということは、f の微分は常に0より小さいということであり、f が単調減少であることが分かったのだ。あとは x の無限大への極限で f が0になることを示せばよいのだ。極限を計算すると x 足す2分の1を展開してこのようになるが、この2分の1の項はログの部分が0になるので消えて、前の項は x を t 分の1に置き換えてこのようになるのだ。するとこの極限は微分の定義からログ1足す t の t イコール0での微分であり、それは1なので f の極限は0になるのだ。これで f は単調減少で無限大への極限が0であることが示されたので、 f が0より大きいことが分かったのだ。最初に話していた an の比に戻って、 fx が0より大きいことから比のログは0より大きく、したがって元の比は1より大きいので an が単調減少であることが分かったのだ。 an はルート e より大きかったので、実数の連続性から an の極限が存在することが分かったのだ。微分の計算が多くて思った以上に計算が大変だったわ。この極限を c と置くと an の定義からこのようになり、両辺を c で割ると比の極限が1になるのだ。これをニョロニョロを使って表すとこのようになり、ドモアブルの近似公式が示されたのだ。最後に c がルート 2π であることを示して、スターリングの公式の証明が完了するのだ。動画の冒頭で話した通り、この証明にはウォリスの公式を使うのだ。ただこのままでは使いづらいので n の階乗が出てくるようにうまく変形するのだ。ウォリスの公式の右辺を途中で止めたこの値を考えて、分母の偶数をこのようにまとめていくと、見えぬまでの偶数が2つずつあるのでこのようになるのだ。分母の奇数もこのようにまとめていくと、見えぬ引く1までの奇数が2つずつあるのでこのようになり、見えぬ足す1が余るのでこれは外に残しておくのだ。ここで見えぬ引く1までの奇数の積に見えぬまでのすべての偶数をかけると見えぬの階乗になるので、分子分母に見えぬまでの偶数を2回かけるとこのようになるのだ。さらに見えぬまでの偶数はそれぞれから2を分にすると2の n 乗と n の階乗の積になるのだ。ウォリスの公式に戻ると、ウォリスの公式はこの極限で与えられ、この極限は下で計算している通りこのように書き換えられるので、これでウォリスの公式を n の階乗で表すことができたのだ。2乗や4乗がちょっと邪魔なので、両辺のルートを取ってこのようにしておき、さっき求めたこの極限を念頭に n の階乗を置き換えるように変形していくのだ。計算のためにスペースを確保して、まず階乗に関係がない2の n 乗の2乗は前に出しておくのだ。ここの n の階乗の2乗はここの2乗で割ってこのようにして、これで割った帳尻を合わせるために同じものをかけるのだ。2n の階乗も同様にここの n を 2n で置き換えたものと合わせてこのようにしておき、さらに帳尻を合わせておくのだ。残りの部分はそのままにしておくのだ。これを計算すると、この部分とこの部分はまとめておいて、残りの部分のまず4の n 乗は右にある2の 2n 乗により相殺し、次にここの e 分の n の 2n 乗は
右に全く同じものがあるので相殺し、残るのはこの部分とこの部分とこの部分なので、整理してこのようになるのだ。さらに計算を進めると、この部分は右上の式から c の2乗であり、次の部分も右上の式から c 分の1であり、最後の部分は普通に計算して2分の1になるのだ。これでルート2分の π がこれに一致することが分かったのだ。 c について解くと c は2倍のルート2分の π であり、計算して c はルート 2π であることが分かったのだ。右上の式から n の階乗はこのように近似されることが分かり、これでスターリングの公式が証明されたのだ。計算は大変だったけど、こうやって綺麗に円周率が出てくると気持ちがいいわ。これでようやくスターリングの公式が証明できたので、早速円周率の計算に取り掛かるのだ。スターリングの公式からこの等式が成り立つので、両辺にルート π をかけて左側の極限を計算することで円周率が計算できるのだ。円周率の正しい値を書いておいて実際に計算してみると、計算結果はこのようになるのだ。n が10倍になってやっと桁が1つ上がるのね。円周率の計算には向いていなさそうだわ。収束が遅いのも問題だが、問題はもう一つあって、円周率が片側からしか評価されていないのだ。さっきの証明でこの部分が単調現象であることを示したので、計算結果は π より大きいことがわかるが、π を下から評価できていないので円周率の計算としては不十分なのだ。ということは、ここからまた不等式を求めるの？それはさすがに辛いので、途中の計算をかなり省略して結果だけ紹介するのだ。 an をこのように置くと、さっき示したように an と an 足す1の比の対数はこれで与えられるが、ログをテイラー展開するとこのようになるのだ。これを頑張って計算していくとこのような不等式が得られるのだ。ものすごいはしょり方ね。計算過程を詳しく知りたい人は概要欄にリンクを貼っておくので、それを見てほしいのだ。これを π について整理するとこのようになり、円周率に関する不等式が得られるのだ。この不等式は右上に残しておいて円周率を計算するとこのようになるのだ。今度は n が10倍になると精度が2桁上がるわ。ただし計算精度が上がったとはいえ、これでは円周率の計算に向いているとは言えないぐらい遅いのだ。頑張って証明したのにこんな結果だなんて残念ね。スターリングの公式が円周率の公式として認識されていないのはこれが理由なのかもしれないのだ。そもそもネイピアス E を使わなければいけないというのも円周率の公式としていけてないのだ。ただ n の階乗の近似公式としてはよく知られているので、こんなものがあるということを知っておいて損はないと思うのだ。それではこれで今回の動画は終わりなのだ。内容の補足と計算に使ったサンプルプログラムを公開しているので、気になる人は概要欄から見てほしいのだ。動画が少しでも面白かったと感じた人は高評価、チャンネル登録をお願いします。それではご視聴ありがとうなのだ。また見てね。